その安全にやる方法とかはなくはないのよ。例えばギャグ漫画を描く。ギャグ漫画はハードル高いからとギャグセーフティーじゃない。デンかジャーだからデンジャーだからデンジャーなんだ。常に新しいギャグを考えないといけないんだよ。子供の頃、大人になったらどんな仕事をやりたいっていう質問がいつも出てきますね。で、YouTuber になりたいとか、プロゲーマーになりたいとか、まあ、昔はその警察警察とか先生とか、もっと社員ような仕事だったんだけど、最近こういう漫画家、ストリーマー、その YouTuber とか、なんかみんなにちゃんと仕事になるか、なんか真剣に話してあげたいな。まあ正直でももう本当に飲み会も行かないし、もう余計なものを買わないしみたいな、まあ言い方あれだけどあんまり面白みのない人生を送る覚悟があるんだったら、多分地味に生きていくことは漫画業界でもできると思うけども、そうだね、あんまりなんだろう。でも漫画業界に来るって基本的にやっぱりみんなその成功とかサクセスを目指している可能性が高いと思うから、それで考えるとなかなかしんどいと思うよ。その引き際っていうか、そのやめ時みたいなさ、ここまでできなかったからもうやめようって思うのも難しいと思うし、まあでもやっぱ自分の気持ちが大事じゃないの。後悔をしないようにした方がいいなって僕は思ってるから、例えばちょっとひどい目にあってもでも自分が選んだからってさ、納得ができるけど、なんかこう人に言われたりもこの辺でやめた方がいいのかなって本当はやりたい気持ちがあっても、それでやめたら多分ずっと後悔しそうな気が僕はしてるので、まあこれめちゃくちゃ極端な意見なんだけどさ、自分が最後死ぬ時にやっぱり楽しい人生だったなと思えるかどうかだと思ってるから、やっぱあれやり残しちゃったなって思ったら多分負けなんだろうなと思ってるのね、僕は。なるほど。そうならないように、選んでいけばいいんじゃないかなって思う。なんか昔のオプションは、先生とか看護師だという仕事だったら、なんとなくそれは会社に入る仕事だから、そのセーフティーネットっていうなんかある。うまくいかなくてもある程度勉強すれば、その会社にいて頑張ればなんか慣れることができる。で、漫画業界とか YouTuber ストリーマーとか、これがうまくいかなかったらある程度頑張ればなんか慣れてうまくいけるわけじゃないと個人的に思う。そのセーフティーネットがない仕事が、そういうことを認めてほしい、みんな。そうね。それでもやっぱやらないと生きてなかったということ。そうね。全然やってみてもその夢追いかけてもいいんですよね。一応その漫画業界じゃそういうセーフティーネットないけども、それなりにその安全にやる方法とかはなくはないのよ。例えばギャグ漫画を描く。ギャグ漫画はハードル高いから。ギャグセーフティーじゃない。デンジャーだから。デンジャーなんだ。デンジャーだよ。確かに。だってギャグ漫画ってさ、毎回さ同じネタやってもウケなくなるから、常に新しいギャグを考えないといけないんだよ。漫画業界来てある程度安全な道をちゃんと自分でね手に入れないといけないと思うから、そういう時はできるだけやっぱり知り合い増やしておくのは大事かなと思う。要は例えばアシスタントやってても、そのアシスタントをしてる仕事が終わっちゃったら、仕事先の連載が終わっちゃったらさ、次の仕事先探さないといけないじゃん。でその時って一応今日本だとアシスタントの斡旋サイトみたいな仕事を探すサイトがあるんだけども、やっぱそこってハードルがちゃんとあんのよ。何歳以下とか、そのアシスタントの経験が何年以上とかさ、あるの。でもそういうのって知らない人に対してだからさ、知り合いだったりさ、知り合いが推薦してくれてさ、信用できますよって言ってくれればさ、すぐ仕事ってつながるのよ。だからそういう意味ではやっぱ知り合いがいた方が、多く作ってた方がいいかなっていう感じではある。なるほど。そうね。私音楽の仕事も同じことを言われました。ちゃんと仕事を取るにはこういうサイトじゃなくてパブ行きましょうっていうアドバイスもらいました。パブはアルコールがあるわけじゃなくて、パブは
パブリックな場所で誰でも行ける場所だから、はい、その他の音楽やってる人が集まって普通にご飯食べながらそういう話、結局仕事はそこで取る。なので絵描きがみんな好きだと思ってるけど、やっぱ人間と仲間増やさないといけないですね。そうそう。だから友達って言わなくてもいいけど、その他の人間と交流しないと、多分面白いネタになりそうなところが出てこないよね。そうね。まあその辺はね、人によってはその本とかから知識を得る人もいるから、そうね。全員これじゃないとダメだとは思わないけど、でもまあそのね、他の人に会ったらさ、その人が培ってきたさ、何十年かの経験の話とかも聞けるわけじゃん。ねえ。そうだからそういうのは僕は楽しいと思ってるから、まあ常にじゃあ知り合い増やそうとしなくていいけど、まあ機会があるんだったらそういう友達とか知り合い増やすことはしておいてもいいんじゃないっていう感じですね。効果的ですね。まあ僕は少なくともそれで知り合いがたくさん増えたし。そうね。一人だけ知り合ったら、そうね、30年間とか50年間の、経験は全部話聞かせることができるんですね。そう。というところで、みんな Twitter とか、というところでみんな知り合いができるし、まあ、クリップスタジオアセットストアは個人クリエイターもいるし、Twitch とか、そういうなんかマイキーみたいなストリーマーの放送を見ながら話ができるし、そういう風になんか知り合いが簡単に増やせるし、なんかパンデミックと言われても、なんか知り合い仲間増やせる方法がいくらでもありますよね。そう、全然もうパンデミックになったらそれになった時のやり方が多分生まれるから、そんなになんていうの悲観的に悲しくならなくてもいいと思う。ね、最近マイキーさんはこういう Twitch 放送とか書きながら話したりとか、あとまあこれからなんかチュートリアルとか考えていますね。そういうところで話もできるし、まあ、マイキーはその英語で質問聞かれたら英語で軽くなんか返してますか？これ僕一人でやってる時は Google の翻訳使ってトランスレート使ってやったりもするんだけども、ほら時々に一緒に出てくれてトニーいるじゃん。トニーもたまに来てくれて、声でね、音声で混ざってくれるから、その時に英語の質問を僕に教えてくれたり、僕が言ったことを英語に話してくれたりしてるから、海外の人でも聞きやすい。チームワーク素晴らしい。でもいいですね。ちょうど今日その仲間増やそうという話もしてましたし、こういう風に、日本語だけ話してるクリエイターが世界の英語を話してる人とこういうリンクできるし、仲間増やしましょう。マイキーさん、今日はありがとうございます。ありがとうございました。いつもなんか毎年こういうなんか業界の話すると、なんかいつもできること、放送とか動画作るとか Twitter で絵をアップするとか、こういうテクノロジーがいつも進化してるから、こういう話毎年すると楽しい。で、みんなマイキーの Twitter とかホームページはリンク貼ってありますので、ぜひそれに見てください。Amazon の教材本とか、あとクリップスタジオアセットストアは mikey.tm、その検索バーに書いたら、さっき見せていた草のブラシとか、モブキャラクターのブラシとか、すごい無料コンテンツも有料コンテンツもあるので、ぜひ見てください。あと、Twitch 放送とか、あとは Instagram ですね。皆さんぜひドキドキチャンネルで他にマイキーさんが登場している動画がいっぱいありますので、それ見てください。あと、チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあ、いつもマイキーありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。